こんにちは。大工のシャイアンです。今回はもう本当に久しぶりになるんですけどね、大工の、日曜日の DIY 遊びですね。丸太の上にもう一つ丸いガラスを置いてね、ガラスの丸テーブル、それをやっていきたいと思います。これケヤキやね。ケヤキ。はい。何年ぐらい置いてあったやろ。切ってからやったらもう5、6年経っとんちゃうかな。下から生えてきて、こっからバッとこう枝になる。ここにあるね、こういう感じのこの部分やね。こっから枝が分かれる、ね、こっから下だけ製材所で材木家さんが使ったと。小口が削ると結構綺麗になると思うんです。で、大きなガラス置くつもりですから、ここにもね一本無理にこの枝をこうはわそうかな。ここに生えるの枝。ここから突然枝がこう生えてきて、ここで切って大きなテーブルを置こうかなと今ちょっと予想はしとるんですけど、イメージはできてる。イメージもできてません本当にね、久しぶりのこの丸太の遊びというかね、DIY といいますか、丸太を使ってのものづくりですね。今回のこの丸太はね、ちょっと小ぶりなんですね。物は悪くないんです。ちょうどこの枝の分かれ目でね、上から見れば木の中心がもういくつもあるんでね、仕上がると綺麗かなと思って残しちゃったんですけどね、これを使ってね、テーブルの足、木といいますかね、柄を浮き出す、そこまではイメージついてるんですけどね、この大きさといい形といいね、これをどういう風にうまく使っていくかって、なかなか切ったりやりもってね、考えていこうかなと思ってます。この材料はね、上のガラス板の受けになりますから、上と下と平行にスカッと切ってやるだけなんですね。それをこう出すのに、下に置いてあるテーブルというかこの盤ね、これほぼまっすぐなんです。ですから下からね、同じ寸法だけこう上がってやってね、今マジックでつけてるんですけど、手術すれば水平なラインが上も下も引けるってことだよね。結構下はこっち側切ることになるよね。うわなあ。なかなかね、平行に切るだけなんですねって言ってもね、やはりこれだけの太さですからね、平行に切るっての場では切れませんからね、チェーンソーで切るようになります。そうするとね、やっぱしこの丸太ってね、危ないですからね、まず切った時に動かないようにしっかりと固定してある、それが一番大事ですよね。仕事にしても遊ぶにしても。いつやったやろ。久しぶりにね、この大きなチェーンソーを出してきたんですけどね、結構使ってませんよね。もう1年ぐらいは使ってませんかね。すんなりかかってくれるかやね。からけちゃん、からけつよっ、もっと言おうか。2回か3回でかかったように見えてますけど、結構引っ張りましたね。やっぱり10回から15回正直引っ張りました。1回こういうエンジンモンってね、ブロンってかかるような音さえすればもうモルターみたいなもんやね。刃はよく切れたんでね、これで一刀両断スカッとこう切っていくんですけど、言うとこれ立てて押してあったんですよね。台をのせてベニヤの上だったんですけどね、今切ってる面が上になってたんですよね。むっちゃくちゃにもう硬なってね、もう日割れして、なかなか切れるチェーンソーでもね、ずっと楽にはいきませんでしたね。結構言われとんな。この下になってる方はやっぱし湿気もありますから、全然スーッとまっすぐ切れるんですね。
つもパンツボクサーパンツ。これ今削ってるのは下になってた部分なんですよね。形的にはこれを上にしてねした方がなんかバランスいいかななんても思うんですけど、やはりこの上にガラスの板を置きたいんでね、どうしても上で広がってたり広い方がいいですよね。ですから下はまあ軽く電ガナかけて、そしてこの横の面とね上刃ですよね、その面は綺麗に仕上げていきます。ふんどしか入れるんだな。あ、ヤモリの巣やったんや。ヤモリ出てきた。ここにも横に。あれ？あ、ヤモリの尻尾だけ。ああ、これ尻尾や。尻尾だけ。この方向でね使っていきたいなと思ってるんですけども、やはりね枝の二股になってる部分ですからね、ここで完全に2本の木に分かれてますよね。で下は1本でね、上は2本、これがまた2本に分かれようとして中心が4つぐらい見えますよね。これをまたきれいにしていく、大変でしょうけどね、とにかく地道に一面一面できるとこからこうやっていきます。ここへ勝ち込んだら、穴掘って勝ち込んだら2つになるな。これもベアリングがもう最後の1回やったよな。あ、これはあれや、まっすぐな部分は電気ガンナーで仕上がるんですけどね、この問題はこの横の丸いとこやね。そこは電気ガンナーかかりませんしね、電気ガンナーの曲面ガンナーって言うんですけども、これでできるとこはまずこれで削ってきます。で二股になってたりね、このへこんでたり膨れたり、曲面ガンナーもなかなか全部かかりません。ですからその部分はねサンダー使ったりチェーンソーで切ってみたりね、いろいろ工夫してねやっていこうと思います。これで割れるんちゃうか、半分にパカン。なわけある。わけねえことはねえで。そしてこの狭いところね、チェーンソーのバーの細いのでね、こうほじくれんかなと思って、大きなチェーンソー買った時にね、津村の細いやつをバーを買ってあったんですよね。さあどっちがどっちやったっけ。つくかなつかんかな、いっぺんやってみたんですけどね、やっぱし合いませんでしたよね。ちょっと細工すればはまるんですけどね、スチールのこのボルトの元の径とね、津村はちょっとやっぱ細いんですよね。ですからカバーかけるともう全然刃が当たってね回らなかったんで、これはねやっぱしもったいなかったですけどね、使えませんでしたね。動かんやろ、刃が当たるやろ。見えるんけ？つかないもんはしょうがないんでね、またこの古いバーつけてね、狭い間をねチェーンソーの刃でこすっていくんですけど、やはり丸いまんまで入り皮がついてるんでね、やっぱしチェーンソーだけでは無理ですね。
この一番この厄介なのはこの穴みたいになって蒲田の奥ですよね。トトロの穴みたいなものですね。これを後ろから見るとこういう形でちょっと割れてるだけなんですけど、結局ここ木じゃないんですよね。川なんですよね。ちょっと乱暴に見えますけど、チェーンソーでもほじくったのが一番こう綺麗にいきましたね。顔出したんやけど。顔見たかったよ。おい、これ何？虫。いや、何の？こんなちっちゃい口で食ってるよ。こんなちっちゃい口。これがほや。いや、こんなのが全部食った後ってことだろ。うん。どうしたのか。珍しいもん持ってるよ。これ大事大事で。やはり蒲田のこの間はね苦労しますね。まあ普通の丸サンダーでやったりね、ベルトサンダーでやったりマスクしてやったんですけどね、知らん間にマスクしてマスクは外れてますしね、木を削るんじゃないですからね。この入り革というかもう古くなった革ですからね、すごい埃というかね、まあ狭いっていうのが一番苦労しますね。よってきたな。今度はね天板木の小口を蹴ってきます。この前やった時はね手がんなをかけたんですね。頑張って手がんなかけまくったんですけど、結局オイル仕上げにしますからね。サンダー仕上げで前面上も横っ面も仕上げる。ですから最初からちょっと時間かかりますけどね、サンダーで仕上げます。今度ここにも芋虫が。ここには虫おるで。ほらほら、動いてる動いてる。思っとるよ。ちょっと待って。はい。ちょっと待って。なんで起こすんじゃいや。やっぱしねこの本体だけではちょっとこのガラスの板を支えるには小さかったですね。ガラス板が大きかったんでね、思ってたようにねこの間に枝を一本生やしてやろうかな。これが正直ね最初穴掘ってシカッと歩道で入れてねなんて思っとったんですけど、裏はチェーンソー入ってますしね、あまりにも2本になってるこの前と後ろの肉が少なかったんでね、本体にダメージ与えようにねもう穴なんか掘らんでね、間から枝を1本生やしてやろうかなと思います。はい、固定した。ありこれありなんけ。変な感覚。でももうちょいこの辺に欲しいよ、ちゃん。角度的に。そう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 。こんなんやねんな、これ。これか。もっとこう、無理やりこうして。こうなんやね。なんやねん。エロい衝動になってきた。丸い木の間にね丸い木を突っ込むってこれなかなか固定って最初は本当に四角い歩道を掘ろうかななんて思ったんですけどね、丸に丸ですとなかなかこれ止まらないんですよね。少し上と下を引っかかるようにしてねできるだけの長さ突っ込んでやって止めてったんですけどね、このなんか見た目変な形ですけど止めにくかったですよね。
10回ぐらいやり直してね、なんとかこの固定できたんで、今度はねこれを上刃揃えて切ってきます。でもこんだけ1本出てればね、上のガラス支えるのは結構な面積になりますよね。まずはこのこうシカッと止めてやります。正直上からのこう荷がかかった時に下がらなければいいんですから、後ろも前も少し細工してね、絶対にガタつかないようにしてありますから、これでもういいんじゃないかなと思いますね。でこれがね欅の枝が欲しかったんですけどね、まさかね生えとる木を1本切ってくるわけにはいかないんでね、ちょっとわけのわからん金木になってしまったんですけどね。でこうでしゃこれで、本体というかねテーブルの受けの部分はできたんですけどね、やはりちょっと低かったですね。もともとがもうこの長さしかなかったですからね、もうちょっと上げたいんでね、72030にしたいんで、下に台を置きます。下駄履かずにと一緒やね。こんなふうにで真っ黒やん。真っ黒どころやねえなこれ。きっと皮むかなあかんやろ。美味しそうなキノコ出とんな。炊いて食うかほら。これ美味しそう。やそのクワみたいなやつ。皮むきよ。ほんまにそういう道具なの？うんこういう道具やけどなかなか。鉄砲虫。うわこれは鉄砲虫やろな。うわどんだけおるやわからん。朝刈りほどね本当に使わなくなった道具ですよね。最後に使ったのがもういつかは分かりませんよね。こんな簡単に取れる親方のところにおった自分はねよく使って自分がやりだして、ちょっとの間ですね使ったのは。なんともないやろ。色しとるやろケヤキ。あ、これ中の赤身は大丈夫なの？大丈夫なの。いや、それ音の自分でもやったんそれ。やったよ。打った。ほら割れとらん綺麗な赤身や。もう俺も一緒やない。この見てもらったように欅の丸太ってね56年ほかしとくともうこんだけ腐るんですよね。皮がついてるわけじゃないんですね。ボロ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 取れてるのはこれ白田ですね。これ透明人やろ。おい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 。クワガタかなんかちゃうか。ほらクマンバチか。クマンバチ。クマバチやろほらな。こんなん木の中でお中に嘘やろ。ほんまやって。ほんまやの。早いんか遅いんか分からんな。でもどんだけ白田が腐っても中の赤身はちゃんとしてるんですね。欅ってねどれだけ白田が腐ってもねいやもう悪くないな赤身だけは生きてるんですね。ですからいやこれぐらい腐らして皮ぐらい柔らかいよそして引いたもんです製剤ね。そうすればもう狂いもないですよね。今回はちょっとしたこの下に足が欲しいんでね、その部分をこの赤身だけを使ってねこの足の部分を作っていきます。空振りしたんだよ。やらこすぎて。これも木やろ。これが白いとこやって。昔はね
こういう風に丸太仕事やりましたよね。大きい家ですとね、針が4、5本、それに地棟休め入れてますとね、12、3メーターの丸太を3本、合計10本ぐらいをね、こういう風にまさかりと長男でね、作りました。でももう自分らこのやりだした時はね、丸太初に出ましたから、併用で使ってってね、そしてだんだんこう機械で作るようになりましたけどね、その自分って大変でしたよね。今思うと懐かしいですよね。こんな仕事またやってみたいですけどね、もうまずこの丸太を使うなんてことはもうほぼないですよね。下の足って言いましてもね、形はこのまんまなんですね。丸太をレンガなで仕上げる、10角か12角にできたんですけど、これを12、3センチに輪切りにするってことですね。輪切りのまんま足に使っていこうかなと思います。重いんやでや。これええっちゅうことや。輪切りを一応4つ作ってみたんですけどね、なかなかチェーンソーで切って4つ同じ寸法になるってこと難しかったですね。動画でこう見たりするとね、小口のまんま薄い厚みのまんまプレーナー通すんですね。でも自分はもうやりませんけどね、もし真ん中で噛んでしまうとね、プレーナーも壊れたりどうにもならないようになるんでね、これを電気ガンナーで2つ並べて、そして削ってやって同じ厚みにしてね、そして最初は丸のまんま使おうかなと思ってたんですけど、かえってガタつくんで、これを半分に割って半丸で使っていきます。これで本体大体できたんでね、このオイル塗るまでにね、殺虫剤をかけてやります。ちょっと生きていたこの虫がいたんでね、本職の塩あり業者さんにね、バーッとこの液かけてもらうのがね、一番いいんでしょうけどね、市販で売ってる一番値段のする殺虫剤をね、たっぷりと白田部分にかけてやります。殺虫剤を塗ってね、一晩乾かしたんで、今度は仕上げのオイルを塗っていきます。オイル言うてもね、自分で持ってるこのオイルなんですけども、これやっぱしね、長いこと押すと、寒いせいからもしてませんけどね、硬くなりますね。塗るというよりはね、もうしっかりと吸い込むだけ吸い込ませる、たっぷりと本当に塗るようにね、塗っていきます。しばらく時間を置いてね、これ拭き取るんですけども、なかなかね、白田部分ってね、やっぱし水分やなくてもね、このオイル系でも塗れば塗っていくらでも吸ってくんやね。特にこの金木系は繊維がパイプになってますからよく吸ってきますよね。その点この赤みは綺麗になりますけど、吸い込みはこう少ないですね。拭き取りもね、1回も2回もしっかり拭いてね、磨いてあります。もう磨けば磨くほどね、光沢というかね、綺麗になりますね。それではね、1回設置してみます。この足でね、12、3セン上げてみたんですけどね、これで普通のテーブルの高さですね、73ぐらいになったと思います。ガラス板はね、オーダーガラス板.com さんのね、ご協力でね、これいただいたんですけどね、もうどんなサイズでもどんな形でも作れるそうです。
2人でね恐る恐る持ってみたんですけどね、重量はかなりありましたね。で厚みって1センチ弱ぐらいですからね、やっぱこんなんで持つんですよね。強化ガラスですからね、これ丈夫なんですね。そしてこの透明っていうことでね、木の木目が本当に引き立ちますよね。やっぱしこのポコチン1本がね、丸いガラス板をしっかりと受けてくれて、バランスいい仕上がりになってますよね。これでガラスの丸テーブルできました。丸いガラスを作ったわけじゃないんですけどね、中のこの欅のこの台だけガラスを置いてみてね、やっぱしこの透明でこの年輪のねこのダイナミックさが出て、いいテーブルになったんじゃないかな自分では思います。日曜日のこの DIY 言ってもね、なかなか日曜日1回ではできませんでした。やっぱ2日からかかってしまいましたね。でもいいものができたと思いますよ。以上、大黒しゃやでした。